はい、おはようございます。今日冒頭、私から3件ご報告いたします。一つはですね、幹部職員の人事異動についてであります。本日の閣議で局長以上の幹部職員の人事異動について、内閣の承認が得られました。今回の人事異動の内容についてはですね、お配りをさせていただいております資料の通りであります。これらの人事はですね、9月14日付で発令をいたします。土屋義久厚生労働審議官が退任いたしまして、その後任に坂口隆、現在雇用環境均等局長を登用いたします。女性の登用について、特別に申し上げるというのも変な話なんですけれども、あえて申し上げますと、官房長に渡辺由美子、そして社会援護局長に山本おまりを登用します。私からは、この件に関しては以上であります。続きましてですね、100歳の高齢者へのお祝い状及び記念品の贈呈についてでありまして、今日の閣議で100歳の高齢者へのお祝い状と記念品の贈呈について、報告をいたしました。これも資料をお配りをいたしておりますので、ご覧をいただければというふうに思います。この度100歳を迎えた方々の長寿をお祝いするとともに、多年にわたり社会の発展に寄与されたこと、これに感謝を申し上げたいというふうに思います。続きましてですね、新型コロナウイルス感染症に対する医療提供体制についてでございますけれども、変異株の流行、非常に感染力が強いものであります。またワクチン接種の進展に伴う患者像の変化、これも、率的にはですね、重症化される方々がですね、やはりワクチンの効果というものでですね、一定程度抑えられてくるということがあると思います。それから中和抗体薬等々のですね、治療薬ですね、こういうものの使用可能というようなことを踏まえてですね、今後長期的に感染拡大が反復するということは、これは専門家の方々おっしゃられております。特に冬場は非常に危惧をされておられるということがございますので、今後の医療提供体制の構築、これを急ぐ必要があるということでございます。基本的な考え方についてですね、改めてポイントをまとめてですね、都道府県に事務連絡というような形でですね、これを速やかに発出をする予定であります。それぞれの地域の事情というものもあろうと思いますが、コロナ病床を確保する際にですね、その分、一般医療というものに、やはり、これ、転用するということで制約がかかってきていた、こういうこともございます。そういう意味ではですね、他の診療科の医療人材等々を動員するということで、いろんな影響が出てきております。こういうことをですね、勘案をした上で、コロナ医療と一般医療とどう両立をしていくのか、先ほど反復してですね、これからも感染が起こる可能性、拡大が起こる可能性もあるという話をいたしましたが、そういう意味では、やはりコロナとですね、長い戦いをしていくという形においては、一般医療というものをしっかりとやはり確保していかないとですね、他の疾病等々で健康に影響が出る方々もおられます。具体的にはですね、病床の確保、今申し上げた通り、一般医療のともございますので、病床の確保も必要ですが、コロナに対するですね、合わせて臨時の医療施設でありますとか、入院待機施設、こういうものをしっかりと病床を保管するような形でですね、機能をさせていくために整備していくと、非常に重要であろうというふうに思います。それからですね、地域全体での医療提供体制の在り方でありますとか、コロナ患者の病状に応じたですね、どのような場で、療養していただくかというような、そういう考え方をあらかじめ整備していくこと、これは非常に重要であろうというふうに思います。そういう意味では、感染拡大時にですね、やはり自宅、宿泊施設等々のですね、療養、これに関して健康管理、在宅でのですね、医療の支援でありますとか、急変時の対応ですね、在宅で医療を支援している中で急変が生まれたときに、即座にですね、必要な、入院等々の対応ができるか、こういうこと、それからやはり中和抗体薬をはじめ、これからさらに経口薬も出てくるかも分かりません、そういうものを活用できる仕組みですね、
これも整備をしていかなければならないと思います。このような仕組みを機能させるためには、やはりよく言われますが、場所があっただけではこれは医療は提供できませんので、人材というもの、医療関係者、こういう方々の確保、配置の転換といいますかね、そういうものを行う仕組み、東京などでは、これは臨時、ごめんなさい、感染症法にのっとってお願いをしました。即座に感染症法で全国にお願いするという意味ではないです。これ勘違いしないでください。東京都ではですね、病床のみならず、派遣ですね、人の派遣に関してもご協力いただけるかどうかというお願いをしていただきました。そういうことも踏まえてですね、各都道府県でもですね、再度申し上げますが、感染症法16条にのっとったという意味ではなくて、一般的なお願いも含めてですね、そういうようなことも念頭に置きながらですね、その人材の確保というもの、これをあらかじめ構築しておくということですね、これも非常に重要であるというふうに考えております。あらかじめできる限りの準備をしておくということ、これ非常に重要だというふうに思いますので、厚生労働省の方からお願いをさせていただいて、各都道府県、いろんなお願いになると思います。なかなかいろんな問題、課題も出てくると思いますので、課題が出てくればですね、ぜひとも国の方にもご相談をいただければ、国としてもですね、最大限お手伝いをさせていただきながら、そういう体制が組めるように、我々も協力してまいりたいというふうに思っておりますので、そのようなこれからですね、形に入ってまいるということでご理解いただきたいというふうに思います。私からは以上です。それではご質問をいただきたいと思います。はい。